よし、見えるかな。これだとハローズ見えるか。はい、で前回ね上げた動画の方にこちらのインスタ 360-1R の1インチセンサーバージョン、もう長いなこの名前、インスタ360が使ってるシーンっていうのがね、ちょこちょこ入ってた、どこで使ってるかなっていうのはなんとなく分かったかなと思うんですけれども、もしまだその動画見てないっていう人はね、この辺にこうどっちだっけ、どっちかの方にリンクがあるので、ぜひ見てみてください。僕これまでこういったねアクションカメラっていうのをあんまり使う機会がなくてですね、っていうのも以前ねこの GoPro とかを一回試しに使ってみた時に、やっぱちょっとその画質っていうところがね、気になるなと思って、そんなにこう魅力を感じていなかったんですよ、ぶっちゃけ。ただやっぱりアクションカメラのこの小ささだったりだとか、あとはそのタフさで、あと手ブレ補正ですよね。これジンバルに乗っけてなくてもすごいこの要は手ブレをしないような安定した映像が撮れるっていう、そこはねやっぱ旅行とかをする上ではやっぱ魅力的だなと思うので、その画質の面で1インチのセンサーを積んでるっていうことで非常に気になってました。で1インチのセンサーっていうと、僕がこれまで使ってたねこの、ソニーの RX100、 これもね1インチのセンサーなんですよ。なのでこれと同等の画質が手に入るっていうことであれば、もう全然リプレイスできるかなと。ちょっとねこれ最近調子悪くなっちゃって、ちょっと本当は修理に出さないといけないんですけど、それに代わるものとして今回、旅行に持ってったっていう感じですね。でインスタ360の特徴は何といってもですね、こういう形でこれ、バッテリーポンって外して、これバッテリーですね、これ外して、でさらにですねこうバッとよいしょ、こんな形で、モジュールになってるんですよ。こっちが液晶の部分ですね。液晶とか、あと SD カードスロットとかがついてるところかな。本題はこっち。これが、レンズとこのイメージセンサーがね、ついてるモジュールになります。でこれが他にもあと何個かあって、4K 広角モジュールだったりだとか、あとは前後にレンズがついてるね、360度撮れるようなモジュールがあったりだとか、必要に応じてこれをこう組み替えてあげることでね、レゴブロックみたいな感じでいろんな、撮影ができるっていうのが、面白いところになってます。でGoPro とかは360度カメラだったりだとか、あとは普通のこういった広角、それってやっぱこう別々のそのカメラになっているので、例えばねそれ旅行に持っていこうとかってなってくると、それぞれの SD カードだったり、バッテリーだったりだとか、それ全部持っていかないといけないので、若干ねそこまでこう撮影する回数が多くないにもかかわらず、全部持っていくってなってくると結構邪魔っていうか大変なので、そういう意味で言うとこれはすごいスマートだなっていうふうに思いました。でそれがねこのインスタ360自体の特徴ではあります。で今日のね本題はこの1インチセンサーのこのモジュールの部分、ここですね。でここがこのセンサーサイズが他のアクションカメラと比べて圧倒的に大きいっていうことなんで、画質はどうなんだとか、あとはそのローライトでのねノイズの出方はどうなのかとか、そういった部分かなというふうに思うんですけど、実際に使ってみるとやっぱりねそれは顕著にね違いは出てきているかなというふうに僕は思いました。でアクションカメラってこの要はパンフォーカスなんで、この背景とかも含めてね全部ピントが合うんですよ。こうピントがこう全部合ってるっていうことはね、そのシャープネス、要はこのシャープに映るかどうかみたいなのって結構ごまかしが効かないところがあるんですよね。で GoPro とかああいうカメラだとそういったこう細かいよ、例えば木とかが例えば森の中で撮影したりすると結構ディティールがこう出るようなシチュエーションで撮ったりすると、そこの辺がねこう潰れちゃったりだとかっていうのが映像にね、出てくるかなと思うんですけど、この1インチセンサーはそういったねシチュエーションでもしっかりとねやっぱディティールが潰れずに出てるっていうところが今回はね撮影してみて本当に、いいなというふうに思いました。僕が、これを使う用途っていうのは、もちろんこれをメインカメラとして使うっていうわけじゃなくて、例えばその、サブカメラとして、旅行に行っている時の、そのもっと雰囲気とか、友達だったりだとか、リコさんだとかこうみんなをねこう画面の中に取り込んで楽しい感じの映像をね撮りたいなと思って、導入したっていうのもありますし、チュートリアルとかでは、僕がこうカメラを持ってこう皆さんにお伝えしているのを、これリコさんにこう渡して撮ってもらうだとか、
やっぱねこうパンフォーカスだったりだとか、その扱いが簡単なんですよね。なのでその手ぶれもしないし、扱いも簡単でピントとかもあんまり気にしなくていいので、もう本当にこれは入って渡してちょっとこっち向けて撮っといてみたいな感じで、撮ってもらうっていうところでもまあ失敗が少ないですし、であとはねこう Vlog みたいな時ケースだとこうやってね、ハウジングにこうやって入れてあげて、撮ると、はい、こんな感じですね。で気になってたのがちょっとね他のレビュー動画を見ててね、こう Vlog 用途で撮るには最短撮影距離っていうのが結構要は長いので、このぐらいで撮っていくと背景にピントがあっちゃって自分の顔がボケちゃうみたいな、っていうことになるっていう風にそれは聞いてたんですけれど、なのでね今回このセルフィースティックこれをまあ導入してちょっとね、話し目で撮るみたいな、このぐらいの感覚で撮るっていうことをしてやればそれはそんなに気にならなかったかなっていう。僕はこのセルフィースティックみたいなのを初めて使ったんですけど、これ意外と楽しくてこうやって伸ばしてねこんな形で、いろんなやっぱ広角とかを生かしてね、ちょっと見えてないですけどこう上から撮ったりだとか、面白い、普段普通のカメラだと撮れないようなね、絵が撮れるので、そこはやっぱこのアクションカメラの醍醐味かなっていう気がするので、ちょっとね楽しいですこれは、使ってて。はい、でプラスなんですけど、その自分の声を取るっていうところで言えば、やっぱこのね内蔵マイクだとこのハウジングに入れちゃったりするとね、やっぱその音っていうのがなかなかこううまく取れないなっていう気はしたので。ここはどこですか？ここは箱根湯本です。はい、ちょっと見えるかなこれ。上にねホットシューがついているタイプのケースなんですよ。例えばこういうマイクとかもねここにつけられますし、あとは、このねロードのワイヤレス GO みたいなもの、こういうのをこうやってつけてあげれば、もう本当にこのサイズでマイクもカメラも、終わりっていうかこのぐらいのセットアップで撮れるんで、これはすごい楽です本当に。さっきねこの人の鼻の穴の中に虫が入ったもうそれ言ったからとかはね取っ手出しで鼻に虫が入ってまあただねやっぱこう使ってみて何個かいまいちな点っていうのも正直あってですね、まず一つ目、このねケースから取り出す時にこの分かります？前のこのレンズのでかさで、一回これをこういう感じで取り外してあげないとですね、ここから出せないっていう、それはちょっとねめんどくさいかなっていうふうに思いました。それよりね大きいのがね、このカメラのね設定をいじくるときにね、この液晶これタッチパネルになっていて、ここで操作してやるんですけど、これがね使いづらいです。僕の指が、太いのか、この液晶がちっちゃいのかみたいなところはあると思うんですけど、ちょっとねその操作性っていうのは正直良くはないかなっていうふうに思いました。ただこれ、スマートフォンのアプリと連動してそっち側からね設定も変えてあげることはできるので、そっちからやれば、そういう煩わしさは今度減るとは思うんですけど、ただね今度はじゃあこのスマートフォンを取り出して、アプリ起動して、接続してみたいなことをしなきゃいけないので、そういう意味では、マイナスポイントかなっていうふうには思うんですけど、ただ、そんなに頻繁にモード切り替えるなんてことも特にしないので、例えばこうタイムラプスと普通の動画、これを切り替える時だったりだとか、そういう時ですかね。基本に今回僕が撮影している時は中の設定は全部オート、例えば ISO とかシャッタースピードとかああいうのも全部オートで撮ってるので、そのくらいかな。でただ一番気になるのは撮影した後で撮った映像っていうのはパソコンに取り込む時に MP4 とかあとクイックタイムとか、そういう形式で撮影した映像のファイルっていうのは記録されてると思うんですけど、これ独自フォーマットになっていて、専用のインスタ360スタジオみたいなね、アプリがあるんですけど、そこに取り込んで、そこから書き出してやらないと MP4 とかクイックタイムとかっていうそういう、動画形式にならないんですよ。なのでちょっとねそれはね、すごい言っちゃえば手間です本当に。なんですけど、それにも理由はあって、このインスタ360はですね、映像を取り込むときに要は画角を自分後から変えられるんですよ。超広角、広角、あとは標準と、もっと狭い、ナロー形式みたいな、それを変えられるっていう、メリットは確かにありますと。
ですね、今ねちょっと編集しててまた1個ね言ってないことに気がついたんですけど、マイナスポイントで言うと、夜に撮った映像だとなんかね手ブレ補正がねうまく効かないっていうケースがちょこちょこあって、でこれね多分なんですけど、シャッタースピードをオートにしておくと、そのね短くなりすぎちゃってモーションブラーがね結構発生して、それでこうソフトウェアがうまく制御できてないんじゃないかなって気がするんですね。なんでそこはちょっといけてないポイントの一つかなっていう気はします。なんでねちょっと夜撮るときは気をつけた方がいいかも。はいっていう感じです。こんな形で僕何回かこの撮影に使ってみたんですけど、やっぱりね使い勝手はすごいいいです、アクションカメラ。僕が普段その一眼レフカメラで撮ってるような映像を撮るっていうものではないんですけど、例えば Vlog とかそういうのを撮るのにね、このぐらいの軽さ、小ささでこんな感じでね、どんな時でもねこうポッと出してこの録画ボタンワンクリックで起動して撮れるので、そういう手軽さっていう意味では本当にすごいなというふうに思いました。あとはねアクションカメラでタフさっていうところもあるので、例えばこう普段ね一眼レフとかって撮れないような、例えば水の中にバチャーンとかでやるとかあとはこう天井とかにこうくっつけてGoPro マウントがあるので、こういろんなマウントでねやっぱりこう使えるっていう楽しさもあるので、そういうのを駆使してね面白い映像とかっていうのも撮れるんじゃないかなっていうふうに思います。もしねこのインスタ 360-1R1 インチセンサーバージョン気になるという方はですね、ちょっとね告知が遅くなっちゃったんですけど、ただいまですね、10% オフで公式サイトの方から購入できるサマーセールの真っ最中でございます。気になる方は概要欄の方にですねそのリンクを貼っておくのでぜひ、見てみてください。はい、じゃあね今日の動画は以上にとなります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。